はい、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、全方向美少女っていうショート、ショートっていうか TikTok で流行ってるのかな。曲があるんだ。正面で見ても、横から見ても、下から見ても、いい女で困っちゃうみたいな曲がね。いい曲だね。いい曲や。あるんだけども、まあ、それを撮るわけではなくてね、要は全方向美少女の描き方ということで、まあ、正面の描き方、横の描き方、下から見た、女の子の描き方を説明していきたいと思います。イラストでやってる人もいるっていうことなんだ。そうそう。あと、まあ、要はいろんな角度の顔の描き方なんだけども、まあ、それを可愛く描きたいじゃん。どこから見ても美少女なわけだから。全方向美少女だね。やっぱ一番みんなが難しいのって下からだと思うの。煽りって。煽り、そうそう。煽り。だから、特にこの煽りの部分をより詳しく、説明していきたいと思います。じゃあ、それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあまずはですね、正面側に限らずなんだけども、当たりっていうものを取っていきたいと思います。水色のシャーペンとかね、普通のシャーペンとか、とにかく後で消せるものがあると便利です。私はとりあえず今鉛筆で描いてみます。はい。どんな風な顔を描くかっていう、まず丸描くじゃない、で、こう十字線みたいなのを描く。まあなんか絵描いたことある人は知ってると思うんだけど、この中に顔を入れるイメージです。で、輪郭を描いて、さっき引いたこのど真ん中に引いた線と対称になるように両方の目を描いていきます。何も難しいことはなく正面側はこれで完成です。で、まあ、詳しい描き方はね、顔の描き方とか今まで動画出してるんで、もっと基本的なところ知りたい人はそれ見てほしいんですけども、まあ、正面側でみんなが一番、ぶち当たる問題は、左右対称に描けないだと思うのね。なるほどね。で、それがおかしいなってどうやって確認するかっていうと、トレース台って言って下から光が出るね、台を持ってる人はもちろんそれでいい。でも多分ほとんどの人は持ってないと思うから、この描いた紙を、こうやってね、裏返した時に、こう、透けて見えると思うんだよね、絵が。見える。で、ここで、歪んでてここおかしいなっていうところを、ちょっと鉛筆でこう、なぞってこう、修正していくのね。マジで全然俺には歪んでることがわからんが。まあ私がほらさっきちゃんと当たり取ってたし、そんなに歪んでないけど、ちょっとさ、自分の中で、やっぱちょっと変だなみたいなところをこうやって修正していくのね。これで今度もう一回裏返すの。そうするとちょっと微修正だか分かりづらいけど、さっきの線が微妙にこう透けて見えてるから、私はこれペンで描いちゃったけど、ペンで描いてない人はここで下書きをこうもう一回修正する、こっち側から。今表も鉛筆で描いてる人はね。そう。で、もう一回表にして、さっきの修正の線をもう一回こうやってなぞって、より左右均等に直していくっていう。ちょっと私の場合はね、こうさっきこうペンでいきなり書いちゃってるから、修正が難しいんだけど。確かにほぼ修正できないけどね。っていう感じで、左右均等に書けない人はやってください。めっちゃ今のがアナログな0円でできる方法。トレース台ある人はトレース台すれば。トレース台っていうのがあれば下から光がこう出るから、全然こんなことしなくてもいいんだけど、まずは0円からやってみよう。じゃあ次、横側の書き方です。ここ難しいんだよね。まず、今回のテーマだけど、全部同じ人に見えなきゃいけないっていうのがあるね、まず。正面で見ても横から見ても下から見ても同じ人に見える。全方向美少女だからね。そう。だから、まあ、同じぐらいの、さっきと同じようなね、高さの当たりをね、取っていきたいと思います。で、目の位置を合わせよう、高さをね。ここに今目があるじゃない？だからまあ同じぐらいのここら辺の高さに目を持っていく。で、顔のあたり、これ丸く取ってんだけども、イメージね、ここピッて切っちゃう。ここにさ、三角形、こういう三角形あんじゃん。三角定規のさ、一番ここがこういう風になっててさ、ここが一番長いみたいな。だからそれをさ、この辺につけるぐらいのイメージ。そんな出しちゃっていいんだ。まあイメージね、イメージだよ。これきっちり描くとちょっと変なとこあるから、でも当たりとしてはこれぐらいのイメージ。で、耳がど真ん中ぐらいの、まあちょっと後ろでもいいぐらいだけど、ど真ん中ぐらいのイメージ。ここに耳があります。で、
なんかよくやっちゃうのはね、この辺から首を出す人がいるの。あ、これやりがちだわ。でもね、マジでやりがち。首はちょうどこの顎があってからの首でしょ。みんな触ってみて、ここに顎があるでしょ。確かにある。だからここの顎をちゃんと取ってあげて、ちょっと耳のこの真ん中ぐらいから落としてあげる。ああ、確かにそうだね。ここら辺に髪の毛がある感じだしな。今度後ろにかけすぎて、今度こういう風になるんだよね、首がね。ああ。後頭部も一応ちょっと出っ張ってるでしょ、人間。確かに出てる。だからこの辺だね。で、特にリアルな人間描こうとすると首って人間太いから、こう結構この本当に後頭部ちょっとなんだけど、漫画やアニメっぽい絵を描きたい時っていうのは、まあ、頭でっかちでいいから、首はほんとびっくりするが細いから、漫画アニメキャラって。こんなざっくりイメージの当たりを取ると横側をうまく描けます。で、確かに。もう一個ポイントなんだけど、目の形をね、これと同じ目を描いちゃうと、変なんだよね、こういう風に。あ、なんかちょっとやっぱでかすぎるんだよな。でしょ、これ横から見た人間の目っていうのは、今これリアルな人間の目ね、ここにある。リアルですね。これを横から見ると、ここがこう。で、ここの端がここ。ここがね。で、ここがここ。で、こういう風になるの。ちょっと三角になるんだ。そうそうそう。横から見たらこう。正面から見たらこうみたいな。なので、漫画のキャラクターも極力これに寄せてあげたいので、ここの端の部分は一緒にするんだけども、こういう感じで、こういう感じの目を描いてあげる。ちょっと斜めにね、そっちにするんだ。そうそうそう。この瞳を縦に長く細くしてあげること。まあ、このあたりを取れてて、眉毛の位置も極力合わせてあげるというね。この口の位置もこの極力合わせてあげるというね。っていうイメージで、まあ、描いてあげて、今横顔をペン入れしていきたいと思います。はい、という感じで当たりを今消したけども、まあ正面で見ても俯から見ても、まあなんとなく美少女をかけてると思います。まあ確かに美少女だわ。で、最初さ、当たりをこういう風に取ったじゃない、でも横顔を描く時のポイントなんだけど、よかったら、おでこと、鼻と、口先2個と顎、1、2、3、4、5、この5箇所ね、ちょっと出っ張るようなイメージで横顔の線を描いてあげると、よりいいと思う。これをリアルにもっとしっかり男の子キャラなんか私もっとがっつり描くんだけど、その場合どうなるかっていうと、まずおでこの出っ張り描くじゃない、鼻の出っ張り描くじゃない、で、上唇の出っ張り描いて、下唇の出っ張りを描いて、顎の出っ張りを描いて、こう。ちょっとなんか、しゃくれちゃった。しゃくれちゃったけど。ちょっとしゃくれてるけど。しゃくれちゃったけど、まあもうちょっとこっち行こうかな。こういう感じで。だより強調させるんだね。ちょっと角張ってるというか。まあ男の子の場合はね。でもなんかまあこういうイメージで横顔を取ってあげるといいと思う。女の子の場合、私あんましっかり描かないで結構こう丸みを帯びて描きたいから、ほんのちょっとプクップクップクってイメージね、イメージ。確かに丸い方が可愛いイメージだね。そうそう。これ何にも出っ張らせないとこうなるから、全然悪くはないんだけど、ちょっとこうよりつるんってなる感じ。確かに確かに。ちょっとミニキャラっぽくなるみたいな。なるほどね。そうそう。なんで、まあちょっとだけイメージしてあげるだけで、より日本の漫画アニメっぽい感じになると思います。ということで、これが横のポイントでした。じゃあ最後だよ。ここが一番難しい。下から見ても美少女。ちょっとリアルなさ、下から見てもみたいなのをさ、書くとだよ。こうなるわけじゃ、下から見たらね。いや、そう、普通はこうなっちゃうよ。で、これを美少女の漫画っぽく描きたいわけよ。そうだな。いや、まあ、グッて引くとね、こうだけど、とにかく下から見ると、こう、首と、顎、この首と顔の境界線がこう、ちょっと曖昧だから、これが、難しいんだけども、まずこれをデフォルメして、可愛い美少女にしていきたいと思います。より、やっぱ可愛くしなきゃいけないわけね。そうそう。これはちょっと、失敗例だよ。これは参考にしなくていいよ、みんな。失敗例としてバツ書いとくね。正面で見ても、横から見ても、下から見てもいいようななんでしょ。いや、この子がだから下から見てこれだったら悲しすぎるじゃん。やっぱ顔これで維持してあげたいじゃん。いや、でもこうなって、これでも、なんか笑えるけどね。動画ではよく見るけど。笑えるけどね。じゃあまず、当たりなんだけども、まあさっきまで丸で当たり取ってきたじゃない、で、正面も丸で取ったから、これでまず丸取るんだけども、顔の当たりを、さっきはここのど真ん中にピッて横線一歩引いたじゃん。それをちょっとこう円を描くような感じで、こういう感じで上向きにしてあげます。で、縦線はこのままピーって引いてきて大丈夫。これが正面の下から見てもだね。で、この時、ポイントなんだけども、耳は、さっき正面で描いたここよりも下に来るイメージでつけてあげます。なるほどね。人間の耳下から見ると下がるんだけど。確かに。で、一番難しいのが顎なんだけど、顎は本当に正式にいくと出っ張るから、この辺にあったとしてこういう形になってくるんだよね。こういう形で
こういう形になってくるのね。何そのアイマスクみたいな。まあでもちょっとこうだからよりこれをリアルなね感じにしていくとこういう感じで、まあこういう感じで、顎の先端がそういうことね。そうなんだけど、漫画内でこれ初心者がやるのめちゃくちゃ難しいと思うから。確かにそれ難しいわ。かけてるからかけてんだな。書かない。もう忘れよう、ここの線のこと。一回忘れていい。このままいつも書く輪郭あるじゃん、自分が。それを下の顎線だけ書かないで、これ辺ぐらいで止めよう。ここのシュッとした輪郭を描かないんだ。そう、だから、いつもだったらここまで顎の線描くけど、それをもう描かないで、ここら辺で消します。で、首を出す。なるほどね。で、この辺りに沿って鼻を上の方に描いてあげて、口も上の方に描いてあげて、目も、この線に合わせて、ちょっとこうね。下から見てるわ。そうでしょ？こんな感じで描いてあげます。もうだいぶここでさ、下から見てる感じになるよね。確かに。で、前髪より上の線はもう描かなくていい。確かにだって見えないもんな。そう。スムジみたいなのないもん。そう、だから前髪だけ描けばいい。で、前髪だけ描いた後に、後ろに髪の毛を流してあげてください。よりね、さっきよりね。そう。まあ、こんな感じでまずざっくりね、今、下書き描いてみた。鼻とさ、このなんかちょっと顎の点々みたいなぐらいだけど、すげえさ、可愛く見えるわ。まあこれでちょっとさ、ペン入れてくね。まあこれ結構下から見てるような感じ。でもなんかさ、ここが結構余白があってさ、物足りなく感じるじゃん。で、最後にやってほしいんだけども、鉛筆もし1本で描く人だったら、この鉛筆でグレーとかの線とかでいいけど、ちょっと私は分かりやすいのに色ペンでやるね。イメージさ、こういう感じのさ、ひし形みたいなのを、ここからね、こういう感じでね、顎の影を入れてあげると、よりこう煽ってる人みたいな感じになると思う。こういう感じ。本当だ。確かに。こうすると、まあ、より輪郭のイメージとかが分かりやすくて、なんかここがまだ寂しいなってしたこういう形の影を、肌色とかで塗ってた時は肌色の濃い影、自分のよく使う影で濃いやつで入れてあげると、ここの空間が寂しくないと思う。なんかこれが難しいって人は、もうちょっと軽い、煽りにすることもできる。まあ、これでも正面の顔と比べると十分下から見てる感じになると思う。まあ、でもより下からっていうと結構これぐらいね。ただやっぱこれが難しいからさ、これぐらいの可愛さは維持できるかもとは思って、そのどこから見ても可愛いっていうのは。確かにな。確かに。鼻の穴を2個描いてあげた方がより下から見えるんだけど、漫画のキャラの場合は私いつも点で表しちゃうから、あんまそこは気にしないことにしてる。あともう1個ね、最後もう1個だけ、絵だけ描いて説明するけど、これ斜めからの下から見ても感のやつ、まあ斜め側を自分が描く時の顎のラインをちょっと緩めに首に向けて、いつもだったらキュッて上がるのを緩めに取ってあげて、本当はここにこういう風な顎のラインがあるイメージで影を入れてあげると下から見ても感が伝わると思う。いやこれ一番いい女だわ。やっぱ鼻がこうちょっと出るからがな余計こういう風にね。これは確かにいい女雰囲気出てる。まあでこんな感じの下から見てもあるんだけども、まずは正面の練習して横顔の練習して、これぐらいの角度の練習から始めるといいかなと思います。ちょっとこれはやっぱなかなか難しそうだもんね。むずいのよ。まあなんか私もあんまうまく描けないんだけど、でもまあなんとか伝われば OK。一応ほら全方向美少女だと思う。いや伝わってるよ。OK 伝わってる？全部美少女だよそもそもが。という今回は全方向美少女の描き方でした。これをマスターすれば、イラストでやりたい人はもしかしたら全方向美少女 TikTok で上げれるかもしれない、これを自分のキャラに置き換えてもらって、ぜひ全方向美少女動画ね TikTok とかにも上げてみてください。今後新本先生が全方向美少女を多分また違うキャラクターで YouTube に上がるということですね。それやんなきゃいけなくなってめんどくさ。もしかしたら上がってるかもしれません。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と。バイバーイ。